この作業毎回2時間やることに決めていた。日の出とともに始めるけどきつすぎて2時間は持たない。でも最近ようやく終わる気がしてきた。あと5回ぐらいで終わるかな。大きな扉の完成とともに作った扉の雨戸にもなる折りたたみ式の屋根。透明で日差しが刺さるのでシェードをかけました。でもシェードって既製品だとなかなかちょうどいいサイズがありません。なので生地を買って縫うことになりました。大きな生地を広げて扱うのは大変なので、どこで作るのか悩んだ挙句、結局いつもの作業台で作ることになりました。外でミシンをかけるなんて人生初めてです。実は私の趣味は服作り。ミシンもパワフルな職業ミシンで何でも作っちゃいます。ミシンは段ボールに入れて運んできて、半年間テントの中にしまったままでどうなってるか心配でした。本体にはカビのようなシミがびっしり。でも機械自体は問題なさそうだったので早速使ってみました。
なんとか縫い終わりました。でもミシンは座ってやるもんですね。このところ丸のこの切れ味が悪くなってきたので、刃を新品に交換します。交換してみて驚きました。音は静かだし、とんでもなく切れるようになったんです。これからクローゼットのキャスター付きの棚の製作に取り掛かります。ミニマムな生活をしたくてこの暮らしを始めました。オフグリッドで電気も水もガスも必要最低限で、それから自給自足的な生活がしたくて、そんな生活に必要なのは大きさも最低限の家でした。我が家は2人がのんびり暮らすのに十分な大きさで、7坪ほどしかありません。あれが廊下側でもいいか。あんまりいいよ、これ綺麗です。でもすぐになってた。だから、これで、でしょ？でも小さな家なりに収納は必要です。アイデアをいろいろ出し合って、クローゼット兼ねている洗面所に移動式の背の高い棚を2つ作ることにしたんです。幅の広い普段使いの棚と、幅の狭い普段使わないものを収納する棚の2つです。まずは幅の広い棚です。この棚はハンガーにかける衣類と、IKEA で買ったメッシュバスケットが8段入る構造になってます。すごい涼しいね。この時間で、せいで10時。家具の製作には精密さが要求されます。対となる部品の長さがあまりにも違いすぎたり、直角が取れてなければ歪む原因となってしまいます。なので今回は、丸ノコで、直線をまっすぐ切るための丸ノコ定規も新しく作り直しました。
高いね結構。でかっ。まあクローゼットだ。軽く入るわかな。すごい楽。さあ朝活です。太陽が照りつける前に先日作ったサンシェードを取り付けていきます。これが綺麗だね。農業用パイプが余っていたのでそれを利用しました。サイズはほぼぴったり。これで残りの夏涼しく過ごせるといいな。幅の狭い棚を製作していきます。いろいろアイデアが出たりして、設計が変更なり構造が複雑になりました。新しい丸ノコの刃と作り直した直線定規のおかげで長い板もスムーズにまっすぐ切れます。
急げ。ああ、変えた。バナナ。バナナ。あ、これね。あ、どこですか。部品は完成しているので、あとは組み立てるだけです。細いの作って、それがこっち側。この中の枠、細いの先に作っちゃったらさ。正確に部品さえ切れていれば、組み立てはそんなに大変ではありません。空いてる壁にはパンチングボードを取り付けます。これも少しでも収納を増やすアイデアです。この壁をつけたら完成です。ここは構造合板で耐力壁にしておきます。洗面所兼クローゼット完成しました。妻は待ってましたとばかりに、早速段ボールやカバンの中からいろいろ出して収納してました。使い勝手はすごくいい。大きさもちょうどいいです。バナナの季節がやってきました。国産のバナナですから高級品です。お店で買うと値段は高いけど、沿道では驚くほど安く買えます。そろそろ熟してきたので、今日はそれをアイスクリームに。
お、いいバナナが。